皆さん、こんにちは。ポルトガル在住のはるかです。今回の動画では、皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。インスタグラムや YouTube でたくさん質問いただき、本当にありがとうございます。できる限りたくさんの質問に答えていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。それでは質問コーナースタートです。自己紹介をしてください。私は1995年生まれの現在28歳です。大学を卒業して4年間日本の企業で働いた後に2022年の春にポルトガルにやってきました。現在はポルトガルの企業で働いています。なぜポルトガルに来たんですか？夫がポルトガルの大学で研究をすることになって私も一緒についてきました。ビザは何ですか？ビザ取得までにかかった時間はどのくらいですか？先ほども話したように、夫は大学の研究で来ているので D3 ビザというものを取得しました。私はその夫の D3 ビザに付随する家族統合ビザというものでポルトガルに来ました。ビザ取得までにかかった時間は、日本のポルトガル大使館に書類を提出してからビザが発行されて家に届くまでだいたい半年ぐらいかかりました。なぜ YouTube を始めましたか？ポルトガルに来ると決まった時にいろいろとネットや YouTube とかでポルトガルの情報をたくさん調べたんですね。ただやっぱりポルトガルって日本からするとまだまだマイナーな国なので、あまり情報がないなっていうのが最初に受けた印象でした。ポルトガルに来て私が渡航前に疑問に思ったことだったり、ちょっと困ってたことっていうところが実際に来てみると、なんだこんなことだったんだって分かることが結構多かったんですね。そうした時にやっぱり今後ポルトガルに留学だったり移住だったりっていう風に来たいっていう人、ポルトガルに旅行したいっていう人の少しでも役立つ情報が出せたらなということでこの YouTube を始めました。あとは、私すごい歴史が好きで、特にその中でもヨーロッパの歴史が好きだったのもあって、ヨーロッパの歴史だったり、ポルトガルの歴史だったりっていうのを観光の中で知れて、それを皆さんに共有するっていうのも個人的にすごい楽しくてやっています。仕事は何をしていますか？どうやって探しましたか？私は現在ポルトガルの企業で在宅勤務でできる仕事をしています。仕事では現在英語と日本語を使う仕事をしています。どうやって仕事を探したかというと、今の仕事は知り合いの紹介から始めました。知り合いの方に紹介していただく前は、リンクドインだったり、インディードっていうそういった求人のサイトを使って応募をしていました。英語だけで仕事は見つかりますか？もちろんここはポルトガルなので、ポルトガル語ができた方が仕事の幅っていうのはすごい広がるかなと思います。ただ実際は英語だけだったり、英語プラス他の言語、ポルトガル語以外の言語、例えば私が働いている英語と日本語だったり、英語とフランス語、英語とドイツ語、そういった英語プラス他の言語っていうところで、ポルトガルでもそういった仕事を募集している会社はたくさんあるかなと思います。ポルトガル語の勉強はどうしていますか？ポルトガルに行くと決まった時、私のポルトガル語の知識はゼロでした。そんな中でポルトガルの勉強を日本にいる間に少ししないとなと思っていろいろ探してみたんですけど、やっぱり世の中に溢れてるのってブラジルのポルトガル語で、ポルトガルのポルトガル語の教材だったり講座だったりっていうのはすごい少なかったっていうのが最初に受けた印象でした。その中で探して見つけたのがオンラインのポルトガル語講座っていうものが2週間に1回授業があるっていうものを見つけて、これを行く前の半年間ですかね、最初の入門クラスっていうのに入ってやっておりました。ポルトガルに来てからコインブラ大学の外国人のためのポルトガル語コースというものを半年間受講しました。はじめに1ヶ月のサマーコースに A2 レベルで参加をしました。その時の動画も過去に上げているので、ご興味のある方はぜひ見てみてください。その後年間コースに B1 レベルで1学期だけ受講しました。
また大学の授業料はサマーコースで620ユーロ、1学期だと950ユーロでした。語学学校と比べると価格はリーズナブルですし、内容もとても充実していたので、私は通ってよかったなというふうに思っています。今は家でポルトガル語の勉強できる YouTube を見たりだとか、あとはポルトガルのコミュニティに入っているので、そういったところで話す練習をしたりっていう風にして、今は独学でポルトガル語を頑張って身につけようとしています。私がポルトガルに来た時のポルトガル語レベルは本当に挨拶とか簡単な自己紹介しかできないようなレベルだったんですけども、今はある程度自分の言いたいことは相手に伝えられるかなっていうぐらい、そのぐらいのレベルにはなってきてるかなと思います。今は独学ですけど、もっともっとポルトガル語を習得できるようにこれからも頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。ポルトガルに来て一番驚いたことは何ですか？ポルトガルに来て物価が安かったり天気がすごい良かったりと驚いたことはたくさんあるんですけども、その中で一番驚いたことはポルトガルの国内で観光する場所が本当にたくさんあるっていうことを知った時、とても驚きました。日本にいた時はポルトガルの観光地といえば首都のリスボンというのぐらいしか知らなかったんですけど、リスボン以外にもポルトガルには魅力あふれる街が本当にたくさんあります。2年連続で夏のバカンスはアルガルベというポルトガル南部の地域に行ったんですけど、ここは日本ではあまり知られてないんですけども、実はヨーロッパの人は夏といえばアルガルベっていうぐらい人気のバカンスの滞在先だったりもします。他にもポルトガルには離島もあって、マデーラ諸島やアゾーレス諸島も本当に自然豊かで最高な場所です。地域によって街の雰囲気も違えば、その郷土料理やスイーツっていうのも違ってくるので、これからもポルトガルの隅々まで訪ねて、もっとポルトガルのことを知って皆さんにシェアしていきたいと思います。ポルトガル以外にどこへ旅行に行きましたか？私たち夫婦は旅行がすごい好きなので、本当にいろんなところに行きました。ポルトガルはヨーロッパの中でも一番西側の国ではあるんですけども、フランスだったりイタリアだったりっていうのは飛行機だとすぐですし、値段もすごい安く行けるっていうのもあるので、そういったところでヨーロッパの国には行きました。フランスだったらレンヌやナントっていうようなパリから離れた地方都市にもポルトガルからは飛行機が出ているので、ピュッと本当に2時間ぐらいすごい安い値段で行くことができるっていうのがすごく良かったかなと思います。またそういったヨーロッパだけじゃなくて、ポルトガルはそのアフリカ大陸にもすごい近いので、去年のクリスマスの時期はモロッコに旅行に行きました。モロッコへも本当にリスボンから 1,2 時間で行けるような距離にあるので、日本からは遠かったアフリカ大陸やヨーロッパがすごい身近に感じることができているなというふうに思っています。今のプランとしては引き続きヨーロッパのいろんな国に行きつつ、アフリカのエジプトに行きたいなっていうふうに考えているので、もしエジプトに行った際はまた Vlog という形で皆さんにお届けできたらなというふうに考えています。行きつけのカフェはありますか？ポルトガルはカフェの文化っていうのがすごいあって、本当に1日 2,3 回は濃いエスプレッソを飲むっていうのがポルトガルの文化としてあります。なのでカフェは本当に暮らしの中でもすごい身近にあって、街の中でも本当に至るところにカフェがあります。でそのカフェっていうのがチェーン店ではなくて個人経営のお店が多くて、そういったところに私たちもよく行っています。でそのカフェとかスイーツもすごい安いんですよね。カフェも本当に1杯1ユーロいかないぐらいで、スイーツも1ユーロちょっとっていうのなので、よく夫と2人でカフェに行くんですけども、2人でコーヒーとスイーツをそれぞれ頼んでも本当に5ユーロいかないぐらい、そのぐらいのお手頃の価格でカフェを楽しめるので、私はその家の周りのカフェによく行っています。ポルトガル人にプレゼントすると喜ばれる日本製品や小物は何ですか？ポルトガルでも日本の文化やアニメだったり漫画が好きっていう人はやっぱりたくさんいます。
日本が好きっていうお友達にあげて喜ばれたのは、日本のお料理に使う菜箸はすごい喜ばれました。その子はアニメだったりそういう漫画が好きで、お料理の場面で菜箸を使って料理してるっていうのを見て、これが欲しいっていう風に思ったっていうのを聞いていたので、そういう子にあげたらすごく喜ばれました。あとはやっぱりお菓子類で言うと、一番喜ばれたのは醤油味のおせんべい。やっぱりこっちで抹茶味だとかそういったものっていうのは、リスボンとかに行けば手に入るのはあるんですけども、醤油味のおせんべいっていうのがあまりないので、それは喜んでもらえたものかなと思います。ポルトガル生活で日本から持ってきてよかったものは何ですか？まず私の中で一番持ってきてよかったなと思ったのは、肌につける関係のもの。例えば化粧水だったり乳液であったり洗顔であったりっていうものは、やっぱり日本のものの方が肌に合ってるので、それは持ってきてよかったなと思ってます。一度こちらでオイルのメイク落としを買ってみたんですけども、ちょっと強かったなっていうのもあって、肌が荒れてしまったりとかもあったので、肌につけるものっていうのは今まで慣れ親しんだ日本のものの方が良かったな、これはたくさん持ってきてよかったなというふうに思ってます。やっぱりちょっと肌のコンディションが悪いとテンションが下がる部分もあるので、そういった部分は私がこのポルトガルで生活する上ではすごい重要なところだったなというふうに思います。で、他にはポルトガルだとユニクロの店舗がないんですよね。他のヨーロッパだとフランスだったりスペインとかはユニクロの店舗があるかと思うんですけども、ポルトガルはそれがなくて、そういったところを考えると、やっぱり日本からヒートテックだったりエアリズム、ウルトラライトダウンとかですかね、そういった機能性がある衣服っていうものは日本から持ってきておいてよかったなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回初めてこういった Q&A っていうような動画を作ってみたんですけども、今回の動画を見て感想であったりだとか、もっとここが知りたいということがありましたら、ぜひコメント欄で教えていただけたらと思います。こちらのチャンネルでは引き続き私たちのポルトガルでの暮らしの様子や、ポルトガル国内やその他のヨーロッパや他の近隣の国々に旅行に行った際の様子をお届けしていきたいと思います。まだチャンネル登録をされてない方はぜひぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャオ。